皆さんこんにちは。草間芳恵57カラットです。本日は美魔女の老けないポーチご紹介いたします。では早速いってみましょう。レッツ美魔女。私のポーチはミスター&ミセスチーフのこちらのポーチになります。で、中に無印良品のポーチが2つ入っています。私の一押しのポーチなんですけれども、とにかく外出した時とかに何が大事かっていうと、やっぱりお肌がね乾燥しないっていうことだと思うんですよね。なのでお肌の乾燥対策に私はすごい力を入れてまして、一押しはこれなんですよね。ナノアミノのリペアオイルインミスト、全身用の美容液なんですけれども、こちらの美容液と化粧水が2層になっているんですね。で、使う時はこのようにして振っていただいて、で乳化させてから使うんですけれども、これがねとってもね本当にきめ細やかなミストなんですよ。でこのようになじませて、乾燥したなーっていう時にお肌に全体的につけちゃいます。はい、目元とかね口元とかシワになりやすいじゃないですか。そういったところに外出している先でもねミストをつけて潤す、これがね大事だなって思ってるんです。ピキピキしたまま一日過ごすってすごく辛いじゃないですか。乾燥したなって思う時につけた方が絶対いいですよね。なのでこういった目元とか口元とかに外出先でもつけてます。もちろんこのまま手にもつけられるので、しっとりとしてね本当にいい香り。これね2種類あって、もう1個はローズの香りだったかな。もっとしっとりっていうのがあるんですけれども、こっちでいいかな。香りのちょっとした違いなのかなぐらいの感じなんですけどね。でハンドクリームも持っています。はい、このような感じでテクスチャーは、これもすごくしっとり、手のシワもっと辛いので、このように必ず持ち歩いてつけるようにしています。やっぱりね乾燥が一番良くない。あとは、乾燥対策、唇もそうですね。ニベアのこのオイルインっていうのかな、これもすっごいオイルっぽいんですよ。とってもいいです。これ何本も買いました。はい。そして、このグロスも、その上に乾燥対策として使っているものですね。これアディクションで最近買ったものなんですけれども、これもね塗ってるとやっぱり多少縦じわが気にならなくなるので結構持ち歩いてます。あとはこの中には眉毛を描くものとジェルアイライナーですね。エレガンスの2本になります。はい、これ結構グレーっぽい色を私は使ってるんですけれども、博報堂のチークブラシ、こちらにチークをちょこっと仕込ませておいて、それでいろいろね塗ってこの辺がなくなってしまうので、上からささささっとつけちゃう。はい、これはねもう必ず絶対に持ち歩いている一押しのポーチです。この中身がねもうほんと最高にいいです。ちっちゃいこの無印良品のポーチには、まずはキシリトールガム。これは外でご飯食べた時とかに、歯磨きができないので、こちら歯医者さんの先輩品なんですけれども、これ持ち歩いていて、ちょっと噛むだけで口の中がすっきりするので必ず持ち歩いてます。あと糸ようじも持ち歩いてます。そして目薬ね、ソフトサンティア、目の中に何か入った時にね、あとはやっぱり乾燥対策にいいので持ち歩いています。あとは、クリームですね。クリームを小分けにしたものを持ち歩いてます。乾燥対策。こういった綿棒で取ってつけてます。でね、このクリームなんですけど、朝晩使ってるものなんですけど、N オーガニックのリフトクリームというので、これを小分けにして入れてるんですが、このクリームも最高に今一番
気に入っているクリームです。つけるとほんとね艶やかになってしっとりとするんだけど生き生きとした肌に見せてくれるっていうのかな。実際これをつけると本当にね乾かないっていう感じがします。一日ほんとしっとりしてる。これも無印で買った小分け用の容器なんですけれども、これに入れて必ず持ち歩いてます。この2つ乾燥対策として必ず持っているものです。はい。でこの大きいねポーチの中には普段のお化粧品として使っているものを入れてます。スックのチークであったり、これも気に入ってずっと使ってるものです。あと最近買ったディオールのアイシャドウ、はい、これ今日つけてるものなんですが、はい、で季節によってね結構楽しんで買ってます。あとは、これも最近購入したアディクションのアイシャドウ、はい、あとは口紅としてリンメルのこの薄紫というかあまり色はつかないんですけども、はい、これもねとっても滑らかで乾燥対策にもいいので使ってますね。はい、リーズナブルだしねいいですね。あとはこのセザンヌの UV カット SPF が26なんですけれども、これはねもう常に持ち歩いて外出先でも塗れるようにしています。朝一旦ほら顔全体につけますけれども、やっぱり外出先でもね取れやすいので、お化粧の上からさらにつけてしまうってこともまあまあありますね。はい、テカリ防止っていうのもあるし、とってもねしっとりするのでいいと思います。はい、ということでこの中には普段お化粧ができる中身のものも入っているのですが、一押しのポーチを両方入れて、それで一つにまとめてこのように家では保管してます。でこのポーチもね全部まるっと入るのでとっても気に入っています。ということでポーチの中身をご紹介させていただきました。何か一つでもね皆さんに参考になるものがあるといいんですけれども、どうもありがとうございました。お次の方どうぞよろしくお願いします。こんにちは、山田よしこです。60カラットです。今日は私が普段持ち歩いているポーチの中身をご紹介したいと思います。友達からニューヨークのお土産にいただいたものなんですけれども、とてもサイズ感が良くって軽くて使いやすいので気に入っています。この大きな方のポーチには主に、お化粧直しのアイテムを入れて、小さい方には目薬とかお薬とかシミ抜きとかそういった小さなものをまとめて入れています。それでは順番にご紹介していきたいと思います。夕方肌がなんだか疲れてきたなと思う時には、私はいつもこのクレドポーのコンパクトで整えてあげるんですけれども、気になるところをさっさっさっとつけてあげるだけで毛穴とかくすみが気にならなくなるので、とっても気に入って使っています。そして目元のくすみとかが気になる時には同じくクレドポーなんですけれども、このオレンジ色のカラーを目の下にこうさっさっさっとこう入れてあげるだけで明るくなるので、ポーチの中にはいつも入れています。これは使ったり使わなかったりなんですけれども、朝使ったこの D アップのアイライナーはいつもポーチの中に入れています。チークはこの MIMO のクリームチークを愛用しています。カラーはフロストピンクでとっても、血色を足してくれるカラーになります。あとツヤが欲しいなと思った時にはこのシャネルのボームエサンシルトランスパランというのを使っているんですけれども、こうやって頬骨のね上とかまぶたの上とかこうちょっとツヤを足したいなと思うところにつけてあげるととっても顔が生き生きするので、これ3本目になります。
それからこのラブクロームのコームは静電気を抑えてパサつきとか広がりを抑えてくれるし、あと溶かすだけでねツヤも出るので、もうこれはねいつもポーチの中に入れて持ち歩いています。今一番よく使っているのがこのステラボーテのレーザー&EMS リフトブラシなんだけど、顔だけじゃなくて頭皮から体全体まで使えるから、私髪のトリートメントするときは毎回使っているんだけど、本当にヘアサロンでトリートメントをしてもらったような仕上がりになるのでびっくりしているんですよ。それに顔のリフトアップもう毎朝こうして使っているし、肩が凝ったなーなんて思った時にはこうしてちょっとした空き時間にね使ってあげるだけでもう本当に全然違うのね。導入からリフトアップまで今一番よく使い込んでいる美顔器になります。外出先での乾燥対策はこのメルビータのアルガンタッチオイルを使っています。ロールオンタイプになっているのでネイルケアもできるし、あと手に取ってねパサついた毛先とかにつけたりしてマルチに使えるので重宝しています。口紅はこのシャネルの落ちにくい口紅を使っています。マスクやグラスにつかないし、あと口紅とグロスが一体化しているのもとっても気に入っています。香りはお気に入りの香水をその日の気分で使っているんですけれども、そのうちの一つがこのエルメスのナイルの庭っていう香りになります。この香り甘さが控えめでとってもウッディでみずみずしくって透明感があって、もう本当に元気にしてくれるんですよね。すっきりしたい気分の時にはこの8回を空中にシュッとしてリフレッシュしたりすることも多いです。あと絶対ポーチの中に欠かせないのが目薬とハンドクリームなんですけれども、白目が綺麗に見えるだけで顔が元気に見えるじゃないですか。だから人に会う前には必ず目薬とハンドクリームは手放せないアイテムです。以上、私のポーチの中身をご紹介しました。参考になったら嬉しいです。それでは次の方お願いします。西村真由美52カラットです。早速私のポーチの中身ご紹介したいと思います。私のこのポーチは気仙沼帆布のポーチになります。以前主人が仙台に住んでた時にお土産で買ってきてくれたポーチになります。お気に入りポイントは2つあるんですけれども、まず素材がしっかりしているところ、そして2つ目はマチがあるのでたくさん入るってところが気に入ってます。では早速中身ご紹介したいと思います。まず私が大好きなシーラーデルソルのシーラーセラムというアイテムになります。このアイテムは普段はスキンケアの一番最後に使っています。なぜポーチに入れてるかといったら、最近私の悩みがくすみだったりとかメイク直しをした時にも厚塗り気が気になるので、マッサージがいいんじゃないかなと思ってこのアイテムを入れています。このように半透明のものになります。香りがリラックス効果が高いベルガモットの香りになります。手のひらでしっかりなじませた後に、マッサージは顔ではなくって耳をマッサージしていきます。耳を前から後ろ前から後ろというふうに30回ぐらい。耳をマッサージするメリットなんですけれども、自律神経が整うというところと、血行が良くなるのでくすみケアにつながっていきます。マッサージ回終わったら下の方を引っ張ったり、横に引っ張ったり、上に引っ張ったり、刺激を耳に与えてます。で、残ったものでやっぱりね、シワが気になるこの首元のケア、そしてデコルテをマッサージしてます。もうね、結構伸びが良くて高保湿なので、残ったものは例えば肘だったりとか膝に塗ったりしています。ですごく香りがいいので本当に癒されるアイテムになります。そして2つ目ですが、日焼け止め、同じブランドのシーラーデルソルの日焼け止めになります。
これは SPF50 で非常に日焼け止めの効果が高いんですけれども、お気に入りポイントは他にもあって、虫除け効果が非常に高いという日焼け止めになります。私もこの前不意に外に出た時に顔をね刺されてしまったんですけれども、この時期っていうのは虫対策も必要なんじゃないかなと思ってこのアイテムを入れてます。普通に白いんですけれども、伸びが良くて軽い、生後6ヶ月ぐらいの子供でも使えるというクリームになるので、非常にね肌に優しいってところもお気に入りのポイントになってます。そして次にご紹介するのがこちらです。ドクターズコスメの BB クリームになります。やっぱり SNS で美容の情報を得ることが非常に多くて、美容外科医の先生が本気のファンデーションを作りたいっていう風でなんか見てたら私も欲しくなってしまって、発売が4月末だったんですけれども、早速ポチッとしてしまいました。 BB クリームになってて、このパレットの端をプッと押すと1回分の量が出てきます。メイク直しの時は半プッシュぐらいで、このままパレットでなじませた後に気になるところにトントントンとのせてます。本当にね、こちらの商品はツヤがすごく出る。で、気になるところをこうなんか隠してくれるっていうよりも、なんでしょう、お肌を内側からすごくね活性させてくれるようなファンデーション BB クリームになってます。このファンデーションなんですけれども、日焼け止めも美容液も入っているので、すごく手軽で、メイクをしている方がお肌が喜んでるんじゃないかなっていうふうに思っています。すごくねツヤツヤになるのはいいんですけど、私実はあんまりツヤツヤテカテカが気になってしまうので、この上にコスメデコルテのパウダーをのせてます。もう本当に形が可愛いのでこのまま入れちゃってます。くすみケアということで、ベージュ、ピンク、パープル、ブルーの4色のパウダーになってます。これでくすみを飛ばしてくれます。で、くすみを飛ばす時にもパフを使わずにこういった筆でパウダーをのせています。筆は熊野筆のものになります。ツヤを残しながらも余分なツヤを少し飛ばしながらくすみもケアしてくれるアイテムになってます。すごく筆とパウダーの相性がいいので、肌への負担もすごく少なくなってます。で、すごく気になる時にはコンシーラー、ディオールのコンシーラーも使ってます。で、リップは2本使ってます。まず1つ目はクリーンのリップになります。このリップすごくねマットなんですけれども、でどんなメイクのカラーを使ってもすごくね相性がいいものになります。ただこれだけだとマットになりすぎてしまうので、ラージュのリップグロスを使ってます。このリップグロスのいいところはちょっと先端がドーナツ状になっているので、面で唇に乗るのでムラなく塗れるってところがすごく気に入ってます。で、最後につげ櫛です。もう天然のオイルというふうに言われるつげ櫛で、50代の悩みってそのお顔だけではなくって髪の毛の悩みもすごく多いというふうに思うんですね。で、こうやって解けば解くほどすごくツヤ感が出るので、もう本当にこれは手放せないアイテムです。で、背の部分が柔らかく丸みを帯びているので、時間がある時はこの首の後ろをマッサージしてます。背中や首というのは凝りやすいので、こういったもので凝りをなくすことで血行が良くなってくすみケアにつながっていきます。以上が私のポーズの中身になります。皆さんの参考になれば嬉しいです。では次の方バトンタッチどうぞお願いします。皆様ごきげんよう。小宮山純子49カラットです。私のポーチの中身をご紹介していきます。はい、このポーチ、イーチーさんのポーチなんですけど、まだ使い始めて1ヶ月ぐらいで浅いんですけど、これを見つけた瞬間すごいと思ったのが、大容量なのにめちゃくちゃ広がって一気に中身が見やすいのと整理しやすい。これが気に入って使い始めました。で、旅行とかでフルメイク持っていくときにいくつもポーチに分けたりとか、あと1個のポーチでも中でぐちゃぐちゃになって何がどこにあるかわからないっていうことが結構あったので、1個に収まるけれども整理整頓しやすくて見やすい。なのでこの中身を一つ一つ紹介していきたいと思います。まずはベースメイク SK2 の UV とコントロールカラー
でこれ千木田恵子さんが最近出したやつなんですけど、これトーンアップするのですごいいいですね。まず下地を整えて、でそこからファンデーションはこちらの2種類を使っています。プラダさんとカリスさんのね V3 ファンデーション。コンシーラーはこちらの BYTF とあとクレドポー、これを TPO に合わせて使い分けています。次にエレガンスさん、結構ハイライトっていうかパウダーなんですけど、パールが入っているので明るくしたいところにささっと塗る感じ。アイシャドウはルナソルさん、これクリスマスの時の限定のパレットなんですけど、すっごいもうちょっとボロボロ、使いすぎてボロボロなんですけど、全部使える色、これすごい気に入って使っています。こういうものとかを使う時に BYTF さんの筆のねシリーズを使っているんですけど、例えば旅行とかでコンパクトにしたいなっていう時だけは主力のものを何本か取ってこの真ん中に入れたりとかしています。でもね、やっぱりいろいろ筆ってたくさん種類があると気分も上がるし、全部フル装備で持っているとやっぱりねいいですよね。はい、涙袋は、こちらのアートクラスさん、これね2色使ってます。これもねフェイスカラーっていうのかな、なんか明るくしたいところだけ結構パールが強いのでトントンとのせてます。ディオールさんです。あとチークはこのディオールさんのペーハーで色が、ね、変わるっていうやつと、フィーさんのクリーム状のチークを使っています。ペンシル系はね結構中でぐちゃぐちゃになるんで、このジップロックに全部入れてまとめて使っているんですが、アイライナーはリキッドとかペンシルを組み合わせて黒とか茶色とかちょっとニュアンスカラーみたいなのを使い分けています。あと眉毛、アイブロウはプチプラなんだけど私的にはすっごい使いやすいこのキャンメイクさんにエレガンスの眉マスカラを使っています。あと、私的にはすごくこれが一押しなのがアホ毛をきれいにするコームなんですけど、こうほわほわしてるところとかを解くついでに前髪をこうやってシューってすると、前髪私ちょっとこううねったり癖が結構強かったりするんで、それがシュッとなるんで、これにこうやってやっておくとちょっとこれがねいい感じに乾いて外した時にちょうど良くなるので、これをよく使っています。それからこの私の中ではこれも本当に大好きで何回買ったかなっていう感じなんですけど、このマジラッシュ、まつげが本当少ないんですね。もともとまつエクでも足りない時に加えたり、あとまつエクが取れてきた時に付け足したり、もうこれは本当になくてはならない神アイテムだなというふうに思って使っています。でさらにこのまつエクをした後にこのコームで溶かす、こういうねほんとちょっとしたことがすごい重要だなと思ってます。で下まつげはエクステをつけない派なので、下まつげにつけるベース、でもベースといってもこれ結構これだけでも色がついているので、これだけでも使えるベースにさらに下まつげ用にコーム型のマスカラを使っています。結構ねコンタクトで目が乾きやすいので目薬、こういうなんかリンパとかを流す系のもの、これはもう私はもう常に日頃からバッグに忍ばせていたりとか、こういう時にも必ず持ち歩きます。特に旅行とかはね移動とかでむくんだりとかしやすいので、こういう流す系サプリもちょっとお腹いっぱい食べた時の救世主になるようなサプリとか、あとはオメガ3とかトラメキサム酸とかエクオールとかそういったものを飲んでいます。お口の中のねさっぱりしたい時にこれもすごい大好きで必需品ですね。旅行とかに行く時に小さいサイズの香水ってやっぱりこういろいろあると思うんですけども、これ5種類セットなんですけど、気分によってどれにしようかなと思って選んだりするのが楽しいです。必ずなんかこうプチッとできたりとかいろいろあるんで、皮膚科で出してもらった軟膏は何かがあった時のために持ち歩いてます。口紅もだいたい3種類ぐらいを混ぜて塗り分けたりするので、こういう感じで
持っています。エルメスとディオールと、これはケイトのリップモンスターです。で、この大きさは旅行とかに行く時のフルメイク装備っていう感じなんですけど、普段は割とカバンが小さいので、私こんなちっちゃいポーチなんですね。姪っ子が作ってくれたビーズついてて、あとこっちには歯の形の可愛いんですけどフロスがついていて、でさらにこの中にも海外で買ったねピックを入れていたりとか、あとこっちにはこんなちっちゃい、これロエベの香水なんですけど、試供品買った時にいただけたりとかするね、こういうのをちっちゃいのを入れてたり、あとこれもね流すアイテムなんですけど、磁石になってるんですけど、これでこう流したりする、こういうちっちゃいのをここに入れて、でこれにもうほんとリップ1本とか、本当に小荷物にしたい時はもうここにリップをつけてこれだけ持ってるとか、普段はもう本当にこれだけ。でもしっかり旅行とかでフルメイクする時にはこんなに大きいサイズを持っている。こんな感じで TPO に合わせて使い分けています。以上で私のポーチの中身をご紹介しましたが、気になるアイテムなどはありましたでしょうか？もしこれ気になるよとかご質問等あるようでしたらコメント欄で教えていただければ嬉しいです。はい、美魔女スタイルのチャンネル登録、いいねボタンもどうぞよろしくお願いいたします。それではまたね。